はいどうも。今回は以前バッテリーを交換したロジクール G703 をやっていきます。何をするかというと、スクロールが上に行きたいのに下に行く。はたまたブルブルするようになってしまったので修理していきます。今回修理に使う部品は、マウススクロール修理では定番のロータリーエンコーダーでアルプス電気製を用意してみました。購入先はおなじみ秋月電子で、サイズと型番は画面に出しておきます。モノタロウでも同じものはありますが、なぜか高いんですよね。ちなみにもともとついているのはカイル製なので、全く同じ感覚がいいという場合は、なんとか探し出してください。それではやっていきます。まずはソール剥がしですが、再利用したいので温めてからなるべくきれいに剥がします。以前剥がしているので常にふにゃふにゃですが、まだいける。多分。ネジを4本外します。下の方から少し開いてフラットケーブルを外します。さらに上蓋を外します。先端部分に爪があるので下から開くようにすると外しやすいのかもしれないです。ホイール左側に目的のエンコーダーがあるので一応サイズを目視で見ておきます。良さそうなので始める前にバッテリーのコネクタを抜いておきます。バッテリーの表面がボコボコになっていますが中身にダメージはないのでご安心を。エンコーダーが取り付けられている基板はネジを2本外すと取り外せます。ケーブルごと外側に移動させると簡単に外せるのでグイッといきます。少しハンダを持ってケーブルを外します。特に溶けにくい感じはしなかったので、もしかしたらモリハンダはいらないかもしれませんね。ケーブル部分スルーホールのハンダを除去しておきます。エンコーダーが外しやすくなるようモリハンダをしておきます。ハンダごとで外せないことやってみましたが、さすがに無理ですね。そろそろ低温ハンダの用意を検討してみます。ヒートガンでやってみましたが、ヒートガンでも無理でした。フラックスを塗っておなじみハンダ吸い取り線でハンダを除去していきます。少々手こずりましたが、ハンダの除去完了。なかなか外れない原因はエンコーダーの足が踏ん張っているのが原因みたいなので、伸ばしてから引っこ抜きます。エンコーダー取り付け基板を掃除して新しいエンコーダーを取り付けていくのですが、少々加工する必要があります。外したエンコーダーと取り付けるエンコーダーを正面から見ると一見同じに見えますが、横から見ると形状が違います。このくらい大丈夫に見えますが、思いっきり干渉します。かなり邪魔になる部分を切り飛ばしておきます。ニッパーなどで簡単に切れますが、真似される場合は破片が飛んでいくので注意してください。
こんな感じに切れれば OK です。一応ヤスリで整えておきます。加工が完了したのではめていきますが、ここで次回交換のために一工夫しておきます。もともと踏ん張るように曲がっている足部分をペンチでまっすぐに伸ばしておきます。スルッと入ればスルッと抜けてくれることでしょう。多分。フラックスを塗ってハンダ付けしていきます。まずは少し仮止めしてから基板に密着させます。これが結構重要で、これだけでもスクロール間隔が変わることがあります。隙間がないかよく確認して OK なら本アンダーをしていきます。ケーブル取り付け前にフィットを確認しておきます。大丈夫そうですね。ケーブルをハンダ付けしていきます。ケーブルのハンダ付けが終わったので掃除していると、ウィルがポロッと。特に破損したわけではなく、エンコーダーを外すと簡単に外れるようになっているようです。ホコリが溜まっていたのでついでに掃除しておきます。擦れそうな部分にシリコングリスを塗っておきます。オイルは乗っけるだけで簡単にはまりますね。さらに擦れそうな部分にシリコングリスを塗っておきます。エンコーダーをしっかりはめてから基板をねじ止めしておきます。バッテリーのコネクタを接続してスイッチをオンして動作確認。問題なさそうですね。スクロール音が大きく感じると思いますが、上蓋を閉めてソールを貼ると結構静かになります。上蓋を閉めていきます。先端部分からはめてフラットケーブルも忘れず接続しておきます。ネジ止めをしておきます。磁石が入ってるので結構大変なんですよね、これ。次はソールを貼りますが、波打ってるので一工夫しておきます。剥離紙に貼り付けてから炙って平たいものでプレスしておきます。さらに波打ちがひどそうな部分はドライバーのせいでゴリゴリして一工夫完了です。一応ソールは新品もあるんですが、まだまだ戦える。一工夫ソールを貼り付けて組み立て完了です。動作の方はというと大丈夫そうですね。
それではまた。